もし私たちが知らないうちに地球がとんでもない危機にさらされていたとしたら、皆さんは地球が何度も命の危険に直面していたことをご存知でしょうか？こんばんは、ゆめです。実は地球はこれまで幾度となく隕石や彗星などの天体衝突の脅威にさらされてきました。でも隕石が地上に落ちてきたなんて話あまり聞かないですよね。それにはある大きな理由があります。私たちが気づかないところで地球の盾となってくれていた存在がいるんですよ。その正体は太陽系の第5惑星である木星です。必ず全てを防ぐわけではありませんが、地球にとって頼れる存在であるのは間違いありません。今日はそんなヒーローのような木星についてと、太陽系の歴史に刻まれたとある宇宙規模の衝突の物語をお話ししていきます。さて、木星といえば太陽系で最も大きな惑星として知られていますよね。特徴的な縞模様に数多くの衛星、力強さと優雅さを兼ね備えている存在です。その印象の通り、木星の直径はなんと地球の約11倍もあるんです。さらにその体積に至っては地球が1300個以上も入ってしまうほどのスケールを誇っているんですよ。まるで太陽系に君臨する惑星の王、そう呼びたくなるような圧倒的な存在感です。実際に古代では星占いや神話で王の星としても語られていました。そんな木星の最大の特徴の一つが強大な重力です。この重力こそが木星が地球のヒーローと呼ばれる理由の核心となるんです。ではなぜ重力が重要な鍵になるのでしょうか？例えば太陽系の外側から長い旅を経て飛び込んでくる彗星があるとします。その進路によっては地球の近くをかすめたり、場合によっては衝突の可能性すらあるかもしれません。実際、過去にはそうした天体の衝突が地球の生命環境に大きな影響を与えてきたこともありました。でも、現実では多くの彗星や隕石が地球にたどり着く前に木星の重力に引き寄せられ、その進路を変えられてしまうのです。中にはそのまま木星に吸い込まれ、巨大な惑星の大気に飲み込まれて消えていくものもあります。木星はまるで私たちを狙うかのように迫る危険物を先回りして受け止めてくれている盾のような存在なんですよ。私たちの知らないところで無言で静かに危険を引き受けて戦ってくれています。寡黙で頼もしいヒーローのように見えませんか？もちろん木星がすべての天体の脅威を防ぎきれるわけではありません。時にはその重力をすり抜け地球に到達するものもあります。けれどもし木星がいなければ地球に降り注ぐ隕石や彗星の数は今よりはるかに多かったはずですよね。私たちがこうして安定した環境の中で文明を築き、今日という日を生きていられるのは太陽の恵みだけでなく、この木星という大きな存在があってこそなのです。でも、本当に地球を守っているの？と思う方もいるかもしれません。実はそれを目に見える形で私たちに示してくれた太陽系の歴史に残る大きな出来事があるんですよ。それはシューメーカー・レビー第9彗星という彗星との衝突です。事の始まりは1993年3月24日に遡ります。アメリカのカリフォルニア州にあるパロマー天文台で
天文学者であるデビッド・レヴィーとシューメーカー夫妻によって一つの彗星が発見されました。後にシューメーカー・レビー第9彗星と名付けられるこの天体は、これまで発見されていた彗星とは明らかに様子が違っていたんです。まず何よりも望遠鏡で見た時の姿があまりにも奇妙すぎたのです。彗星といえばぼんやりとした光の玉に尾を引いたものを想像しますよね。ところが、このシューメーカーレビー第9彗星は棒状に見える上に、よく見ると点のような光がいくつも連なっているような見た目をしていました。こちらが実際のシューメーカーレビー第9彗星です。まるで空に浮かぶ数珠のような姿をしていますね。これは一体何なのでしょうか。空に並んだ光の数は21個。たくさんの研究者がこの謎の彗星に注目しました。これはきっと宇宙空間で普段と違うことが起こっているに違いない。そう考えた天文学者たちは、光の点それぞれに A から W の仮の名前をつけ、個別に軌道を追うことにしたのです。空に浮かぶ不可思議な姿をしたシューメーカーレビー第9彗星は、一体なぜこのような姿になったんでしょうか。世界中で行われた大規模な観測から大量のデータが蓄えられ、たくさんの人々が研究を重ねていきます。やがて、このシューメーカーレビー第9彗星が分裂した彗星であることが判明しました。この彗星はただの天体ショーではないことが徐々に分かってきたのです。本当に宇宙で異常事態が起こっている。大規模な観測が各地で始まり、学術的な注目だけでなく、宇宙に興味を持つ人々の心にも火がつきました。きっと多くの人がこのシューメーカーレビー第9彗星を追い求めて空を見上げていたのでしょう。もちろん、その中には日本のアマチュア天文家たちの姿もあったんですよ。中でも名前が挙がるのが中村昭正さんという日本の天文愛好家です。シューメーカーレビー第9彗星の動向を独自に追い、後の衝突予測に関わる大事なデータを残した人なんですよ。実はこうしたアマチュア天文家の存在は宇宙観測の世界において決して小さくありません。むしろ彼らのような空を愛する人たちの地道な観測が歴史的発見に結びつくことすらあるのです。このような多くの観測から導かれた結果は、複数の光の点が元は一つの彗星だったということです。何かによって破壊されバラバラになったということは、彗星を破壊した何かが宇宙にあるということを意味します。このシューメーカーレビー第9彗星を破壊したのは、ある強大な力でした。その力の正体は木星の引力。しかし、ただの引力ではありません。これは潮汐力と呼ばれる重力の強弱によって物体が引き伸ばされる現象です。地球の海の満ち引きも月の潮汐力によって起こる自然現象の一つなんですよ。天体に近づきすぎた結果、重力の差によって天体が内部から引き裂かれてしまうのです。さて、研究を進めたところで、シューメーカーレビー第9彗星は1992年に木星にものすごく接近していたことが分かりました。その時、木星の強大な潮汐力によって彗星は21個の破片へと分裂し、木星の重力に惹かれる軌道に捉えられていたのです。実はこれ、とても珍しいことなんですよ。
通常の彗星は太陽の周りを回っていますが、このシューメーカー・レビー第9彗星は木星の衛星のような軌道を持っていたのです。さらになんと、次に木星に接近した際には確実に衝突することが分かりました。この木星への衝突という驚くべきニュースは瞬く間に世界中に広まります。彗星の衝突が予測され、それをリアルタイムで観測できる。人類にとって宇宙規模の衝突現象を目撃する初めてのチャンスだったのです。もちろん NASA はすぐさま観測体制を強化しました。地上の巨大望遠鏡はもちろん、宇宙に浮かぶハッブル宇宙望遠鏡や木星に向かっている途中だったガリレオ探査機までどんどん準備が進められていきます。そして1994年7月16日、いよいよ衝突の時がやってきます。シューメーカー・レビー第9彗星は7月16日から22日にかけて一つ一つ木星へと衝突していきます。世界中の人々が空を見上げ、木星に向かって突き進む砕けた彗星の破片たちを見守っていました。しかし、最初の衝突は木星の裏側で発生したため、地球からは直接観測できなかったのです。ですが、木星は約10時間で1回転する星です。やがて衝突地点が地球側へと回ってきます。だんだんと木星の見える側に衝突の跡が次々と現れ始めます。破片が一つ落ちるたびに木星の大気が爆発する様子も見られました。そのエネルギーはたった一つの衝突で核爆発の数百万倍にも及ぶものもあります。一番大きな衝突痕は7月18日7時28分に衝突した G 核によるものでした。直径 12,000km という地球とほぼ同じサイズの衝突痕と数千km以上にもなるキノコ雲が現れたようです。この時の爆発力は地球上のすべての核兵器を一度に爆発させた時に放出されるエネルギーの600倍にも上るものだったそうですよ。今お見せしているのは衝突後に上空 3000km の高さまで上がったキノコ雲のシミュレーション映像です。その後、黒い傷跡のように衝突痕が残っているのが確認できますね。もし地球で同じ規模の衝突が起これば、広範囲に壊滅的な打撃を与えるほどのエネルギーだと考えられています。そんな衝突が木星では21回も繰り返されました。研究者たちは望遠鏡越しにその壮絶な光景を目の当たりにします。もし木星がいなければ、この彗星は地球に向かっていたかもしれません。そう考えると、木星はまさに地球を守るヒーローのような存在です。これが木星が守ってくれたという宇宙の物語です。さて、そんな歴史的な大事件を見守り続けた一つの目のお話をします。その目の名前は皆さんもよく知っているハッブル宇宙望遠鏡です。シューメーカー・レビー第9彗星が木星に衝突すると判明した時も NASA によって観測体制が強化されていましたよね。1990年、地球の軌道上へと送り出されたこの望遠鏡は地球から約 600km の高さを周回しながら宇宙の果てまでそのレンズを向け続けています。そして1993年、世界中がシューメーカー・レビー第9彗星に注目していた時、ハッブルもまたこの彗星を見ていたのです。ハッブルの目は衝突の数ヶ月前からその彗星を追い続けていました。1994年7月16日に最初の破片が木星に衝突した時、
木星の裏側で起きたため、その瞬間の光景は直接は見えませんでした。けれど、木星が自転して衝突地点が地球側に回り込んできたとき、ハッブルが捉えたその映像は世界中の科学者の心を震わせました。こちらは実際にハッブル宇宙望遠鏡が捉えた衝突痕の画像です。G 角の衝突から約90分後に撮影された衝突痕なんですよ。まるで巨大な傷跡のように黒い衝突痕が広がっていますね。ハッブル宇宙望遠鏡のこの観測によって、私たちは天体衝突のメカニズムだけでなく、木星の大気の構造や振る舞いについても、かつてないほど多くの情報を得ることができました。そして何より、宇宙の災害はただの想像ではなく、本当に現実に起こるものだと実感させるものでもあったのです。ハッブルはその後も数日間にわたって衝突の経過を観測し続け、刻一刻と変化していく木星の大気の様子を詳細に記録しました。この膨大なデータは今もなお惑星科学や水星研究の重要な鍵となっているんですよ。さて、もしも太陽系に木星のような巨大な星が存在しておらず、シューメーカー・レビー第9彗星がそのまま地球に向かってきていたとしたら、私たちの世界は一体どうなっていたのでしょうか。実際、1994年に彗星が木星へ衝突した際には、一つの破片だけでも核爆発の数百万倍という想像を超えるエネルギーが放たれていましたよね。それが21個も。この恐ろしい彗星のかけらたちがもし地球へ次々と襲いかかっていたとしたら、それはもう世界の終わりと言っても過言ではないはずです。実際に地球に衝突すれば、まず最初の衝突地点が衝撃と熱によって一瞬で蒸発します。超高温の火の玉と爆風が周囲を焼き尽くして、大地震と巨大津波が連鎖的に発生するでしょう。まるでパニック映画のワンシーンのようですよね。しかし、もっと深刻な影響を及ぼす現象があります。衝突によって巻き上げられた大量の塵やガスが成層圏へ達し、太陽光を遮ってしまうことが予想されているんです。地球は一気に気温が下がり、まるで冬のような暗黒の時代が訪れます。これは巨大な隕石や彗星などの天体が地球に衝突した際に発生すると考えられている長期間の寒冷化現象です。植物は枯れ、農作物は壊滅し、食物連鎖は崩壊する。やがて人類を含む多くの生き物が生き延びる術を失っていくでしょう。こんな話、まるで作り話のように聞こえるかもしれません。けれど、私たちの地球は過去にも似た経験をしているんですよ。約6600万年前、直径約 10km の隕石が衝突し、恐竜を含む多くの生命が絶滅しました。同じようなことが現代の地球でも起こってしまったら、想像するだけで恐ろしいですよね。でも現実には木星が重力で彗星を引き寄せ、私たちの身代わりになってくれています。私たちが今平和にこの空の下で暮らしていられるのは、木星という宇宙の盾があったからこそなのです。そう思うと、あの巨大な惑星が本当に頼もしいヒーローに見えてきませんか？このように木星が地球の盾と呼ばれるのは、その圧倒的な質量と重力によって数多くの天体の軌道を変えたり、地球への衝突を未然に防いだりしているからでした。太陽系内で最大の惑星である木星は、巨大な重力の影響によって太陽系の掃除機や万人
のような役割を果たしているんです。実際、1994年に木星に衝突したシューメーカー・レビー第9彗星は地球規模の大災害を引き起こしかねないエネルギーを持っていました。でも木星がその衝突を引き受けたことで地球には何の影響もありませんでしたね。また木星は太陽系外縁部のカイパーベルトやオールトの雲といった領域から飛来する水星や小惑星に対しても強い重力で働きかけ、早い段階で軌道を変える、あるいは捕獲してしまうとされています。やはり木星がなければ地球に衝突する天体の数は大幅に増加する可能性が高いのです。もちろん木星がすべての脅威を妨げるわけではありませんが、それでも地球の安全保障において欠かせない存在であることは間違いありません。太陽系における地球の安定した環境は木星という巨大な守護者の存在に大きく支えられているのです。さて、いかがだったでしょうか。木星について少し見え方が変わったような気がしませんか？太陽系のヒーローとも言えるその存在が様々な脅威から私たちを守ってくれていたのです。地球が奇跡の星と呼ばれるその理由の一つには、木星が静かに、そして確かに盾の役割を果たしてくれていることがあるのかもしれません。そう考えると、遠くにポツンと浮かぶあの巨大な惑星がぐっと身近に感じられてきますね。それでは今日のお話はこれでおしまいです。またあなたとお会いしたいので、ぜひチャンネル登録してくださいね。いいねもいただけたら嬉しくて動画制作がはかどっちゃいます。皆さんが良い夢を見られることを願っています。また次のお話でお会いしましょう。おやすみなさい。